アーイシャ伝承、預言者、彼に平安と祝福あれと私は、ファラクと呼ばれる一つの壺で沐浴をしていました。サヒーフ、アルブハーリー250、イブン・アッバース伝承、預言者、彼に平安と祝福あれと私は、一つの壺で沐浴をしていました。サヒーフ、アルブハーリー253、アーイシャ伝承、預言者、彼に平安と祝福あれと私は、一つの壺に水を入れて沐浴をしていました。私たちは交互にその壺に手を入れていました。サヒーフ、アルブハーリー261、ハディースの説明。イスラームは儀式的な沐浴と清潔を強く推奨し、全能の神を信じる者は、それが現世において人々にもたらす善を認識し、これに従います。このハディースの中で、アーイシャ神の祝福あれはこう語っています。神の使徒、彼に平安と祝福あれ、と私は、儀式的な不浄の状態にある間、一つの容器から水を汲んで沐浴していました。これは、彼がそのような状態にある間、祈りやその他の崇拝行為を避けていたことを示しています。このハディースは、預言者、彼に平安と祝福あれの家族に対する礼儀正しさと温厚な態度を強調しています。また、夫婦が複数の容器で体を洗うことに過度に気を配る必要がないことも含まれています。預言者、神の祝福と平安あれの特徴の一つは、家族に喜びを与えることで、彼らをよく扱ったことです。このハディースでは、信者の母であるアーイシャ神の祝福と平安あれが次のように伝えています。彼女と神の使徒、神の祝福と平安あれは沐浴をしていた、とは、儀式上の重大な汚れを避けるという意味で、彼女は一つの器で沐浴を行い、つまりは使徒の沐浴を共にし、二人とも一つの容器から水を取っていたのです。これは家族の礼儀作法と冗談から来ています。ファルクとはその容器の名前で、銅などの素材でできており、2から3サーが入ります。1サーは4ムット、1ムットは両手のひらを満たす量で、6.2 リットルから約 14.5 リットルの水が入ります。これはすべて、夫婦が同じ水と一つの器を使って一緒に沐浴することを何の恥じらいもなく許すことを示しています。男女は、水を適切に使い、無駄遣いを避ける限り、相手の残り水を使って沐浴することができます。このハディースは、預言者、彼に平安と祝福あれが妻たちを優しく扱っていたことを示しています。このハディースの恩恵には、以下が含まれます。たとえそれが恥ずべきものであったとしても、イスラーム法の規定を明確にしています。夫婦が一つの容器で一緒に沐浴し、互いの性器を覗き込むことは許されています。また、夫婦が一つの容器で一緒に沐浴し、互いの性器を覗き込むことも許されています。男女が同じ容器で沐浴することは、水の正常さに影響を与えないため許されていません。儀式的不浄、ジャナバ状態にある人が水の入った容器に手を入れることは許されていません。水が不浄になるわけではないからです。清めと儀式的清めには、少量の水を使うことが推奨されています。配偶者同士が触れ合うことは、儀式上の正常さを損なうものではありません。なぜなら、二人の手は器の中でしばしば触れ合ったり離れたりしていたからです。預言者、彼に平安と祝福あれは家族を大切に扱い、家族の問題や行動に積極的に参加することで、彼らを喜ばせ、ストレスを軽減しました。預言者、彼に平安と祝福あれの妻たち、特にアッシッディークの娘であるアッシッディーカの徳。彼女たちは多くのイスラームの教えを共同体に伝え、特に家庭内の者だけが知っていた家事について伝えました。